皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、エーブルキャリーさんからレビュー用にね提供していただいたバックパックリュックをね紹介していきたいと思います。それがねもう見えているんですが、こちらなんですよね。エーブルキャリーさんの13 Day バッグというバックパックになります。で、エーブルキャリーさんというと、うちのチャンネルではですね、以前こちらを紹介しました。デイリープラスというねバックパックで、こちらはね21リットルぐらいの容量なんですが、もうこのバックパックがですね本当に万能で、外での PC 作業とか撮影にもですね、どこへ行くにも今ねこれメインとして僕は使っております。で、あまりにもね気に入りすぎてて、もうこれ以上のバックパックないなっていう風にいつも思っているんですけれども、あるきっかけからですね、もうちょっと小さいバックパックでもいいんじゃないかっていう風に思い始めたんですよね。で、そうした時に同じエーブルキャリーさんのバックパックで13リットル、非常にね小さいバックパックがあることを思い出しまして、ぜひねこれ使ってみたいということでエーブルキャリーさんに提供していただけませんかというふうにお話ししたところ、快く提供していただいて使う機会を得ることができました。で、今回ねこの動画で13 Day バッグの細かいところですね、使用感とお伝えしていきたいと思います。こういった容量の小さいバックパック、ちょっとね興味があるんだけれども実際のところどうなのかなというふうに思っていらっしゃる方、ぜひね最後まで見ていただけたらと思います。それではね始めていきましょう。はい、まずはね初データを紹介していきたいと思います。サイズからですけれども、高さがですね約45センチで、幅が27センチ、そして奥行きなんですが結構薄いんですよね。約17センチとなっております。で、次にね表面のこの素材に関してなんですが、実は素材の違いで2つのモデルがあります。で、1つ目がですね X パックを使っているもので、2つ目が今回ねご紹介するこのモデル、コーデュラリップストップを使っているモデルになります。で、このね素材の違いに関してはですね、また後で詳しく説明したいと思います。で、重量の方ですが X パックモデルが 690g、 そしてコーデュラリップストップモデルが少しね軽くて 650g となっています。で、容量に関しては2つのモデルともね約13リットル。収納に関してはまた後で細かくね各コンパートメントやポケットの紹介をしますけれども、この小ささでありながら14インチクラスのノート PC、そして11インチクラスのタブレットを収納することができます。で、あとねカラーバリエーションですけれども、素材に X パックを使っているモデルに関して言うと、これはブラックですね。そしてネイビーブルー、あとオリーブグリーンの3種類。そしてコーデュラリップストップを使っているモデルですね。こちらはブラック一色となっております。で、あとね、価格ですけれども、X パックをね、使っているモデルは33,000円ですね。そして今回紹介するね、コーデュラリップストップを使っているモデルは、ちょっとね、リーズナブルで 25,300 円となっています。はい、次にね、表面の素材について説明していきますね。で、2種類ね、素材がありますというふうに話したんですけれども、まず X パックの方からいきましょう。はい、この左側がデイリープラスというモデルなんですが、このバックパックに使われている生地が X パックというもので、よく見ていただくと、この斜めにね、線が入ってますよね。これが特徴で、そもそも X パックっていう生地は、アメリカのディメンションポライアント社がヨットの帆、セールの生地としてですね、開発したもので、この斜めの線は何かというと、ポリエステルをね、こう寄った芯、これを斜めにクロスしたもの、それを表面と裏側からさらにナイロンやポリエステルで圧着して一枚の生地にしているというものなんですよね。で、これ何が優れているかというと、防水性能が非常に高いのと、あとですね、斜めに芯が入ってるじゃないですか。こういう布ってね、縦と横の糸で作られているわけなんですけれども、そのせいで、この縦横の方向への引っ張りは強いんですけれども、斜めの方向はね、ほら、伸びるんですよね。斜め方向への引っ張りには弱いんですよ。ところがね、X パックの場合はその斜め方向に芯が入っているので、縦横、そして斜め方向への引っ張りにも強いという頑丈さがもう一つの特徴としてあります。はい、一方ね、コーデュラリップストップの方ですけれども、はい、よく見ていただくと、こちらもですね、縦と横方向なんですが、こういうふうにね、芯が入ってるんですよね。で、リップストップという言葉、リップというのは避けるっていう意味なんですけれども、避けるのを止める生地というね、名前が付けられている通り、このコーデュラリップストップも非常にね、引き先に強いです。ですので、よくね、アウトドアの、例えばテントとかザックなんかにもね、使われる生地で、
耐久性はね、非常に強いですよね。ただ水に関してはね、撥水性が高いというだけで防水ではないんですよね。ということで X パックモデルとコーデュラリップストップモデル、素材の違いによって2つのね、モデルがあるんですが、どちらを選ぶべきか。例えば通勤通学で使う場合、通常ね、電車とか、あるいは車で移動するという場合にはですね、コーデュラリップストップもかなりね、高い撥水性を持っておりますし、耐久性はね、十分だと思いますので、コーデュラリップストップモデルで十分ね、使えると思います。ただし、通勤通学がですね、自転車とか、あるいはオートバイとか、もしかすると強い雨に降られる可能性がありますよという方にはね、安全策をとって防水性の高い X パックモデルをね、お勧めしたいと思います。はい、次にね、ポケットの構成も含めて特徴や機能等をね、紹介していきます。はい、まずね、フロントポケットからいきましょう。背面のね、中央部、やや斜めにこういう風に配置されているんですけれども、で、これはね、皆さんよくやると思うんですけれども、右肩にかけた状態でくるっとね、前にリュックを持ってきて、そして荷物を取り出すのにすごくね、このフロントポケットアクセスしやすいんですよね。また斜めに配置してくれることで、右手でもこれアクセスしやすい。これね、すごく便利ですよね。で、このフロントポケット、間口が約27センチぐらいと、かなり広く取ってくれておりますので、例えばこれね、iPad mini なんですけれども、これも余裕で入ります。で、また面白いのはですね、これ今こちら側に入れましたけれども、実は反対側、こちら側にも空間があって、このバックパックの背面部分、ほぼ全てこれポケットの空間なんですよね。なので見た目以上にかなりね、大きなものが入ります。はい、あとね、こういうキーフックですね。こういったものも取り付けられていて、で、取り付けているのがこのループなんですよね。ちょっと見えるかな。ループなので、もう必要ない方はね、外してしまうこともできますし、また自分好みのものに変えることもできます。使ってみてね、ちょっと残念だったのは、ここ一番アクセスしやすいポケットなので、この中にね、あともう一つか二つぐらい小さいポケットをつけて欲しかったなというふうに思いますね。出し入れの多い小物を入れる、例えばスマホなんかを入れるのにもね、いい場所だと思うんですけれども、これ全体がポケットになっているということで、小物を入れるとちょっとね、中でごちゃごちゃとしてしまうんですよね。で、どうしてもここにですね、細々したものを入れたい方は、こういったね、小分けにできるポーチなんかをね、うまく利用することをお勧めしたいと思います。はい、次にね、ボトルポケットですね。フロントポケットのね、こちら側にボトルポケットがあります。で、よくリュックの側面なんかに、この辺りにですね、メッシュ生地のポケットがついていて、ボトルをね、入れるというような構造のもの多いんですけれども、このバッグに関して言うと、これ13リットルの非常に小さいモデルですので、ちょっとね、これは無理かなと思いますし、そもそもですね、このサイズのバックパックにボトルポケットをね、つけてくれていること自体がね、本当にありがたいんですよね。で、実際ちょっと入れてみたいと思いますが、これがですね、600ml のミネラルウォーターのボトルなんですけれども、こんな風にですね、ちゃんと入りますし、面白いのはこの上側も少しね、空間があるんですよ。なので、こういう風にボトルの上部も入れてしまうことができます。またね、工夫されてるなという風に思うのは、このボトルポケットの一番底面なんですけれども、見えますでしょうか？ここにね、穴が開いてるんですよ。これね、水抜きの穴だと思うんですが、要するに、例えばね、使用した後の濡れた傘なんかをここに入れた場合に、そこにね、水が溜まるじゃないですか。それを逃がすための穴もちゃんとね、設けてくれているんですよね。このあたりのね、気の利きようもいいですよね。あと、このボトルポケットで面白いのは、この上部をめくってやると、実はここに、はい、こんな風にですね、デイジーチェーンがあるんですよ。ですので、これはね、ボトルポケットということになっていますけれども、何かここにですね、ストラップのようなものを引っ掛けて、落下防止をした上で、ここにね、物を入れるというような使い方もできると思います。はい、続いてね、メインコンパートメントに行きたいと思います。で、このね、メインコンパートメントのジッパーは、こういうふうにダブルジッパーになっておりまして、後でお見せしますが、大きく開口するんですが、それだけではなくて、ずっとこれをね、片側に寄せてくると、ここにね、ループがありまして、はい、こういう風にしてやるとですね、このジッパー自体がね、収まりがいいですし、あとですね、防犯対策にもなります。で、メインコンパートメントを
全開にしてみますけれども、はい、ここまで開くんですよ。これすごくないですか？約ね、全体の高さから言うと3分の2ぐらいがパカッとこう開くということで、非常にね、アクセスしやすい構造になっています。で、このメインコンパートメントの中の各ポケット紹介していきたいと思いますけれども、まず1つ目がここですね。ちょっと分かりやすいようにひっくり返しますけれども、ノート PC 用のね、ポケットがあります。はい。で、最初にお伝えしたように、ここにはですね、14インチクラスのノート PC まで入れることができるんですけれども、今入れているのは13インチの MacBook Air ですね。こんな風に入れることができます。で、このポケットに関してもう少し詳しく言うと、この底の部分ですね、全然見えないと思いますけれども、少しだけリュックの一番底面から浮いています。ただし、緩衝材は入っていませんので、どうでしょうね。ドンと手を離してもガツンっていう感じではないんですけれども、それほどね、無造作に入れるのはちょっとどうかなというふうに思います。で、また、ポケットの内側なんですが、ここですね、ちょっと毛足がある柔らかい生地になっています。で、この生地がですね、一番底まで行って、で、数センチぐらいちょっと折り返してきてるんですよ。このね、背中側の生地はリップストップじゃないですか。でも、ここの下からこれぐらいの高さまでは、このちょっとね、柔らかい生地で作られています。これね、なんでこちら側もしなかったのかちょっとわからないんですけれども、一応ね、パソコンが傷つくことがないようにという配慮がされております。はい、それから、PC ポケットの前側ですね、ここにはタブレット用のポケットがあって、今僕は手元にあるのが iPad mini 6なんですけれども、11インチクラスのタブレットまで入れることができます。はい。で、あとね、ここにはペンホルダー的なね、細長いポケットがあります。Apple Pencil をね、ここに入れてもいいですし、こういったね、普通のボールペンを挿してね、持ち運ぶこともできます。はい。それからメインコンパートメント左右にこういう伸縮性、伸び縮みする生地で、縦長のね、ポケットが2つあります。これはね、ボトルポケットだろうと思うんですが、はい、こんな風にね、ペットボトルも入りますけれども、縦型ですので、例えばこういった縦長のペンケース、はい、これもね、入れて持ち運ぶことができます。こういったね、長さのあるものって結構ね、カバンの中で暴れたりしますので、ちょっとこういう伸縮性のある生地でピシッと留めて持ち運ぶことができる。これね、ありがたい設計だなと思います。はい、さらにここのポケットですね。このバックパックの背面側にポケットがありまして、これがね、結構大きなポケットで、間口が約20センチかな。そして深さが13センチぐらいあります。で、このポケット、非常にアクセスしやすい場所にありますし、小物をね、収納するのに便利ですよね。また、意外とですね、マチが結構あるんですよ。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、厚みのあるものも入れやすいので、例えば、こういった AirPods とかですね、あるいはモバイルバッテリー、こういう厚みのあるもの、こういうものをね、入れてもいいんじゃないかなと思います。で、実際にそういうふうに使ってたんですが、ここでね、一つ気づきました。容量が13リットルということで非常に制限されているモデルだと思うんですよ。で、今ね、ご紹介した背面側のポケットに関して言うと、ここに物を入れるとね、この辺に物があるわけなんですよね。で、ここと空間を共有しているのが、先に紹介したこのフロントポケットなんですけれども、ここはね、中に小分けできるポケットがなくて、広い空間なわけですよ。で、実際物を入れると、重力で下に下がっていくんですよね。この背面の立体的な空間、フロントポケットの場合は下側を占有し、メインコンパートメントの中のこのポケットは上側を占有するんですよね。上下で互い違いに空間を取っているというような作りになっています。これね、なかなかうまい設計だなと思いましたね。はい。あとね、もう一つ、このメインコンパートメントにはポケットがあって、これね、エーブルキャリーさん独特の隠しポケット的なものなんですけれども、一番上ですよ。ここに、ほら、ファスナー付きのポケットがあります。で、間口が約13センチぐらい。で、深さはあまりないんですよ。8センチ程度なんですが、ここにポケットがあります。ただし、ここはですね、今、見やすいようにこれはひっくり返してますけども、通常ここにこういうふうに
外側の生地が覆いかぶさってるんですよね。非常にアクセスしにくい場所にあります。ということで、ここの隠しポケットに関してはいつも何か物を出し入れするということではなくて、入れっぱなしにしておけるもの、例えばエアタグとかですね、紛失防止用のトラッカーですね、そういったものをね、入れっぱなしにしておくのにいいポケットなんじゃないかなと思います。実際これがですね、盗まれたとしても、盗んだ人がこのポケットに気づくのに相当時間かかると思うんですよね。はい、あとね、ポケットもう一つ。エイブルキャリーさんのね、バックパック、多くの場合、このトップにね、もう一つポケットがあったりするんですが、残念ながらこのモデルにはそれはないんですよ。ないんですが、その他にですね、ここなんですよ。ここにね、サイドポケットがあります。で、ここのポケットも、最初にね、フロントポケットで説明したように、片側にリュック背負っておいて、よいしょってこう前に回してきてですね、で、アクセスしやすいね、場所になっておりますので、すごくね、便利に使えるんですけれども、ただね、このポケット使用するにあたってちょっとね注意が必要かなというふうに思います。間口もね結構大きくて約ね20センチぐらいありますし、何よりもですねこのポケットってここからね手を入れると上がねこのラインなんですよ。そして奥行きがここまであるんですよ。で下はこのラインなんですよね。かなり大きなポケットではあるんですが、ご覧の通りですね背面のパッドがあって、これ1枚隔ててすぐ背中に当たる部分なんですよね。なので容量的にはねこういった iPad mini も楽々入ってしまうんですが、例えばこういうね厚みのあってさらに角のあるもの、こういったものを入れるとこれ背中に何か異物感を感じるわけで直接ね背負い心地に影響してくるんですよね。はい。ということで、このね、サイドポケットは便利なんですけれども、ちょっとね、使用するときは、基本的にはね、平らで薄いものを入れるっていうね、注意が必要になると思います。で、背面パッドのね、話が出ましたので、この背面の話に行きたいと思いますが、先ほど言ったようにね、ちょっとこの背面のパッドは薄めかなというふうに思います。で、また、この縫い目が見えると思いますけれども、デイリープラスのような、こういったですね、立体的な構造ではないんですよ。これだけね、深い溝があれば通気性の面もねかなりねいいと思うんですが、13 day バッグの場合はこんな感じで真っ平らですし、素材的にもねデイリープラスがこれメッシュ生地なのに対して13 day バッグの方はこれねリップストップなんですよ。でこの生地は撥水性がもちろんありますので、通気性はねあまり期待できないかなというふうに思います。で今回ねお試しで1ヶ月弱ぐらいかな背負ってみましたけれども、季節的にですね冬から春にかけてだったので、背中が汗で蒸れるという経験はなかったんですけれども、ちょっとね夏は心配かなというふうにも思います。ただね背負い心地に関して言うと、デイリープラスほど良くはないですが、それほど悪くないなというよりは意外にいいなっていうふうに思ったんですね。これ真っ平らな感じが受けますけれども、背中にピタッとくっついてくれますし、あと今からお話しするこれですね、ショルダーストラップですよ。これがすごく優秀なんじゃないかなというふうに思いました。でこのショルダーストラップですけれども、表面の素材がコーデュラリップストップですね。でもちろんね X パックモデルはここがね X パックになるんですけれども、体に当たる部分、この内側部分はメッシュになっております。で特筆すべきなのはこの中のですね素材なんですが、ゾートフォームズ社のクローズドセルフォームを使用してるんですよね。でこの素材っていうのは、先ほどから比較対象として出てきておりますデイリープラスのこのショルダーストラップの中に入っているものと同じなんですよ。21リットルのバックパックのために使っている素材と同じものを使ってるんですよね。でこの素材がですね本当に絶妙で、硬すぎず柔らかすぎず、そしてまずの反発力もあって、でなおかつねエイブルキャリーさん割とこの13リットルというサイズのバックパックにしてはかなりね広めにこのショルダーストラップ取ってくれておりますので、肩への食い込みもほとんどなくて背負い心地がねすごくいいんですよね。この点はねかなり評価できると思います。あとねショルダーストラップの部分でお伝えしておきたいこと、まずこれですね、チェストストラップ。これ今回ね使ってみてなかなか面白い機構だなと思ったんですけれども、マグネット式です。これで固定されてしまいます。非常に簡単なんですよね。で外すときはこういうふうに斜めにして外します。ちょっとね慣れるまでこの動作っていうのがなかなかねしにくいことはあったんですけれども、慣れてしまえばね簡単ですよね。でチェストストラップって必要ない人もいるじゃないですか。僕もあまりしない人なんですけれども、
取り付けがですね、こういう風にフックで引っ掛けているだけなので、取り外すこともできますし、あとね、ここに空間がありますので、しまい込んでおくということもできます。またね、もちろんこのフック、デイジーチェーンがありますので、引っ掛ける場所によって位置をね、調整することもできます。で、あと、チェストストラップで面白いなと思った機構がここなんですけれども、ここにね、ポケットがあるんですよ。ファスナーもですね、蓋も何もないんですけれども、こういった交通系の IC カード入れてね、持ち運ぶこともできます。あとね、特徴的なところでお伝えしておくと、このね、トップハンドルですね。これがね、地味なんですが非常に良かったです。これぐらいのサイズのバックパックになると、背中に背負うのはもちろんなんですけれども、手に持ってね、移動することもありますよね。例えば電車に乗る時なんかはこう持って、ね、体の前側に持ってですね、乗ったりするじゃないですか。で、そういった時に、小さいこういったバッグの場合、こういうね、トップハンドル、チャッチい作りのものが多いんですけれども、これは違うんですよね。ご覧の通りね、ある程度幅と、あとね、厚みがありまして、で、また動画ではね、伝わらないかもしれないんですが、結構ね、硬さもあるんですよ。しっかりした芯が入ってるんですよね。なので、割と重めの荷物を入れて手でこう持ってもですね、指にこのトップハンドルが食い込んでくるということがないんですよね。ここもしっかりと手を抜かずに作っているという点も評価できると思います。はい。ということでね、長々と外見上の特徴とかポケットですね、そういったものを紹介してきたんですが、最後もう一つだけ、この底面です。ここにですね、ここめくってやると、なんとデイジーチェーン、ループがあるんですよ。3つほどループがあります。これを一体何に使うのか、ちょっと僕はね、思いつかなかったんですけれども、サイズ的にね、小さいバッグじゃないですか。もう物理的にこれよりも長いものは入らないわけなんですよね。で、僕の場合だと例えばこれですよね。トラベル三脚なんですが、これコンパクトなサイズでもやっぱりこのリュックでは入らないので、そうした場合はここにですね、ループを利用してぶら下げるのかなと。そういう使い方もできますよというのをね、ご紹介しておきたいと思います。はい。ということでね、ここまで13-Dayバッグの諸データ、それから各ポケットとかですね、機能、特徴をね、紹介してきました。で、ここからはですね、実際に使ってみて感じたことをね、お伝えしていきたいと思うんですけれども、エーブルキャリーさんのね、13-Dayバッグに興味を持たれて、この動画をね、ご覧になっている方、最大の関心事は、13リットルという容量、実際に使ってみてどうなのという点だと思うんですよ。で、一般的に売られているデイバッグ、主流はやっぱりね、20リットル台だと思うんですよね。13リットルという容量、ショルダーバッグであればあるのかなというふうに思うんですけれども、背中に背負うリュック、バックパックで13リットルっていう容量、ほとんど聞いたことないんですよね。で、またね、リュックに限らず、カバン全般に言えると思うんですが、カバンってね、大は小を兼ねるっていうところがありますよね。荷物少ないんだけれども、実際にこんなに入れることないんだけれども、大きいバッグ持っとけば安心だなっていう点あるじゃないですか。でね、僕も以前デイリープラスのレビュー依頼を受けた時に、エーブルキャリーさんって他にどんなバッグ作ってるのかなということで、公式サイトで他の製品も見ますよね。で、その時にこの13-Dayバッグのことを知ったんですが、その時の正直な感想をお伝えすると、ないなって思ったんですよ。13リットルではとてもじゃないけど、ちょっと僕は無理だわと。普通そう思いますよね。で、先ほどからちょくちょく登場している21リットルサイズのデイリープラス。すごくね、気に入って使ってはいるんですけれども、でもね、ある時気がついたんですよ。あれ？俺バッグ、いつもこの空間空いてるなっていうところ。で、先日ね、カバンの中身を紹介する、3本のシリーズに分けて動画を作ったんですけれども、そのうちの3本目、最後の動画が、外で PC 作業する場合のフル装備。これをね、紹介する動画だったんですよね。その時にはっきり僕も気がついたんですが、はい、これがね、外で作業する場合のフル装備、デイリープラスに詰めているんですけれども、何に気がついたかというと、このね、ガバッと開きますが、ここですよ。ここの空間、いつも空いてるんですよ。で、ずっと前からこの空間が空いてることは分かっていたんですよね。必要に応じてここはね、あとヘッドホンが入ったりする場合もありますし、それからクライアントさんから大量にね、資料を預かるということもありますので、そうした時のための保険的な空間として開けてあるわけなんですけれども、
そういう急に荷物が増えるというようなことってしょっちゅうあるわけではないんですよね。というかほとんどの場合ここ空いてるんですよね。そうするとあれこの容量のバッグでなくても小さいのでもいけるんじゃないかっていうふうに思い出したわけですよ。それでエイブルキャリーさんの 13day バッグが気になり始めたわけなんですが、ちょっとここでですね、実際外に持っていくフル装備、デイリープラスに入っている荷物 13day バッグに入れてみますね。はい、まずねメイン PC の MacBook Air ですね、これがここに入ります。そしてテザリングマシン、サブモニターとしても使うね iPad mini 6ですね、これを入れますよね。はい、あとね、これが僕のガジェットポーチなんですけれども、モバイルバッテリーとかハブなんかが入ってるんですが、これをね入れます。はい、そしてもう一つ、これねボディバッグなんですけれども、ここにですね財布とか運転免許証とか貴重品が入っております。これね貴重品袋としてそのまま入れます。はい、まだねこれだけ空間が残ってるんですよ。でも一応ねメインのものは入れましたので、これでね一旦閉じますね。はい、あとね水筒を持っていく場合が多いんですけれども、ここではねこういうペットボトルにしてみましょう。はい、これも当然入ります。もうこの状態でお仕事基本セットは完了なんですよ。であとはこれに加えて必要に応じてですね、例えば iPad で使う折りたたみのキーボードですね、こういったものとか、上着のポケットなんかに入れたりもするんですけれども、 iPhone もねここに入れることができます。はい、ということでどうでしょう。今までデイリープラスで持ち運んでいた仕事道具全てねこの 13day バッグに入るんですよね。これはねちょっとね自分でも驚きましたね。これで良かったじゃないかっていう感じですよ。でまたね僕の場合外での撮影にバックパック持っていくこともあるわけなんですよね。でそれもデイリープラスで言っていたんですが、先日ですね桜の撮影にこの 13day バッグを背負って行ってみました。で先ほど見ていただいたようにさすがにね三脚はここには入らないんですけれども、撮影にね必要な最低限のもの、一眼カメラ1台とレンズ、それから動画も撮影するのでマイクですよね、あとカメラ用の予備のバッテリーとかモバイルバッテリー、そして水筒とかおにぎりですよね。こういったもう本当に必要な最低限のものを持ってこの 13day バッグでお出かけしたんですけれども、これぐらいの装備であれば 13day バッグで十分なんですよね。でもっと言うとバッグが小さい分ですね、当然荷物を工夫して制限して軽くしておりますので、いつもよりも余計にね動き回って撮影する機動力が生まれるわけなんですよ。ということで、いずれにしてもですねこの13リットルという容量、エイブルキャリーさんがどうやってこの数字を叩き出したのかちょっとわからないですけれども、本当にね使ってみて分かりました。絶妙な数字です。で今回この 13day バッグ使ってみてちょっとね感じたのがあれに似てるなっていうところなんですよ。昔ね iPad が登場してきた時に iPhone、 それから MacBook ですね、この間を埋めるものとして iPad が登場してきたんですよね。 iPhone で作業するにはちょっとね画面が狭すぎる、でも PC を出すほどではない、そんな時に気軽に使えるのが iPad ですよっていう感じで出てきたじゃないですか。この 13day バッグまさにそれなんですよね。必要最低限のボディバッグだけではちょっとね荷物入りきりませんよ。でも20リットル台のバックパック、そこまで大きいものはいらないですよ。そんな時にね非常に便利なのがこのね13リットルという容量の小さいバックパック、これ本当にサイズ的に絶妙だと思いますね。持ち物の量っていうのは人によってそれぞれなんですけれども、少なくとも僕にとってはですね必要以上は入らないけれども必要十分には入るという絶妙な容量でした。はい、続いて使い始めてね感じたこと2つ目なんですが、これがね良かったなと思うのはねこのサイズですよ。先ほどは容量の話をしたんですが、次はねこのコンパクトなサイズ、この話をしたいと思います。で実際にね荷物が意外なほど入りますよというのは分かっていただけたと思うんですが、このコンパクトさ、このサイズはいろいろなシーンですごくね便利だし楽なんですよね。例えば電車に乗るとき、皆さんバックパックどうしてますか？バックパックを前に持ってきてこうやって抱えたりしませんか？でこうやって持つと20リットルクラスのデイバッグって結構大きいなって感じますし、足元が見えなかったりしませんか？でそれに対してこの13デイバッグ、前側にですねこういう風に担いだとしても
すごく小さいんですよね。足元もしっかり見えます。また電車とかバスで座った時にですね、こういう風に膝の上に荷物置いたりするじゃないですか。結構でかいですよね。で、これが13デイバッグだと、ほら、めっちゃ可愛いでしょ。非常にコンパクト。今お伝えしたのはほんの一例なんですけれども、この1ヶ月未満の使用期間の中で、小さいバッグってすごく便利だし楽だなっていうこと、いろんな場面で痛感したんですよね。例えばカフェとかレストラン入りました。こういったね、バッグを置くための小さいカゴが床に用意してくれてる店ありますよね。20リットルのバッグだと、ポンとこう入れると、それだけで1個カゴが占領されてしまうんですけれども、13デイバッグだと、これを入れてもさらに妻のバッグも入れることができるんですよ。またね、一人でカフェに入ったりすると、例えば隣の席空いてたらここで置いたりしますけれども、その時もですね、すごくね、占有感が少ないんですよね。先日ね、桜を撮影した時もそうだったんですが、途中疲れてですね、ベンチに座ったんですよね。で、その時にリュックを下ろして横に置いたんですが、まあなんとも可愛いサイズなわけですよ。あとね、公衆トイレとか入った時に、ドアの内側に荷物を引っ掛けるための、なんていうんですかね、フックがありますよね。あそこにかけた時に小さいっていいなって思うんですよね。これ、ちょっと言葉にするの難しいんですが、大きなリュックだとカフェにかけるとね、大丈夫かって思ったりするんですが、これはね、全然大丈夫。落ちてくる心配もないし、邪魔にもならないですよね。まあ、あらゆる面で、小さいバッグって便利だなっていうふうに、この1ヶ月未満の間、すごくね、感じたんですよね。バッグのサイズが小さくなるだけで、これほど生活が便利で楽になるのかっていうことを、改めてね、このバッグを使うことで知ることができたし、驚かされるということにね、多くの場面で出会いました。はい、ということでね、ここまでこの小さいバッグってすごくいいですよっていう話をしてきたんですけれども、その一方で、やはりバッグが小さくなると、やらないといけないこと、こういったものもね、やっぱり出てきます。僕が感じたのは、今から言う2つなんですけれども、まず1つ目は、やはりね、持ち物の見直しです。そしてもう1つが、パッキングの方法も含めて、使用上の工夫ですよ。で、自分の例で言いますと、先ほど見ていただいたように、今まで21リットルのバックパックに入れていたものが、もともと余裕があったということもあって、奇跡的にですね、13リットルのバックパックにピシッと入ったんですよね。とはいえですね、21リットルから13リットルに8リットルもサイズダウンしているわけですから、やはりね、多かれ少なかれ持ち物の見直しというのは必要になってきます。例えば僕の場合で言うと、21リットルのバッグには、このペンケース丸ごと入れてましたけれども、13デイバッグの場合はね、もうペンケースでなくてペン1本でいいじゃないかっていうような見直しですよね。あるいはさらにちょっと荷物入れないといけないとなったら、今ね、貴重品袋としてこれボディバッグそのまま入れてますけれども、これはやはり空間的に無駄が多いので、中身を取り出してどっかのね、ポケットに入れてしまうというようなことも必要になってきます。またね、持ち物の見直しに加えてパッキングの方法なんかもね、工夫が必要になってくると思うんですよね。先に紹介したように、この13デイバッグって、この内側のポケット、ここに一つの空間。で、これと互い違いの状態で、フロントポケットの下の方に一つの空間。っていう風に上下で空間をね、うまく利用するようなパッキングが必要だったりするわけですよ。またね、このペットボトルとか水筒ってこういう丸みがありますので、この分内側の空間が取られるわけなんですけれども、これを避けるために、例えば水筒をこういったですね、薄いタイプのもの、これに置き換えるというようなことも一つの方法としてね、あると思うんですよね。で、こういったいろいろな工夫とか持ち物の見直し、大きなバックパックであれば何も考えずにポンポン掘り込んでいたものを、小さいバックパックだといろいろ持ち物の試行錯誤も必要ですし、パッキング自体がね、立体パズルのようにこれをここに持っていて、これをこっちに持っていてっていうようなことも考えないといけなくなるわけですよ。そういったことがね、めんどくさいという方にはね、ちょっとこのバッグは向かないと思いますけれども、そういったね、試行錯誤も、いや、楽しいじゃないかと思える人でないと、ちょっとね、こういう小さいバッグは、なかなかね、使いにくいのかなというふうにも感じました。僕はそういうのね、すごく楽しいんですけどね。はい、あとね、実際に使ってみて気になった点、これは今から購入される方に伝えておいた方がいいかなと思うことを2つほどお伝えしておきたいと思います。で、まず1つ目なんですけれども、僕がね、使っていて
ちょっと気になったのはこのねチェストストラップです。今まさにねそうなんですけれども、これ磁石なんですよ。勝手にくっつくんですよね。でさあ背負おうと思った時によいしょって持ち上げたら、ここがね今外れましたけれどもくっついてて外れないと。でいちいち下ろしてまたこれを外してということをやらないといけないということが多々ありました。僕は普段チェストストラップ使わない人間なので、この撮影が終わったらもうこれはねしまってしまうか外してしまおうと思っているんですけれども、チェストストラップがねどうしても必要な方いらっしゃるじゃないですか。カバンを下ろしてちょっと置いてる間にいつの間にかねこの磁石がくっついてて、次背負う時にあれ背負えないっていうことがありますよというのをまず1つ目お伝えしておきたいと思います。で気になった点2つ目なんですが、これはですね僕と同じく体の大きい人にお伝えしておきたいと思います。バックパックってその人の体格とのバランスがいいなとかアンバランスだなっていうのありますよね。気にする必要もないんですけれども、僕は身長183センチあるんですが、僕がこのバックパックを背負うと、うちの妻によるとですね、小学6年生がランドセルを背負ってるみたいっていうふうに言ったんですよね。小学6年生ってもう大きい子は中学生ぐらいの体格あるじゃないですか。だけど小学生だからランドセルを背負ってるっていう子いますよね。体の大きさに対して背負ってるバッグが小さいわけですよ。そういった体格に対するバッグの小ささ、アンバランスさなんて別に本人が気にしなければそれでいいことなんですけれども、そうですね、180センチ超えるような長身の方とか、あるいはね、すごくがたいのいい方、そういう方はどうしてもね、このバッグだとちょっと体格とのバランス、アンバランスだなというふうに見えると思います。これはもう仕方ないんですけどね。はい、ということでね、長々と13デイバッグについてお話してきたんですけれども、最後にこのデイバッグ、どんな人におすすめなのかというところをね、まとめとしてお話しておきたいと思います。いろいろあると思うんですけれども、例えばですね、ボディバッグとかサコッシュなんかではちょっとね、持ち物入りきりません。でも20リットルクラスのデイバッグは大きすぎますよという方にね、まずおすすめですよね。基本的に荷物の少ない方、それから通勤通学に使う方ですよね。突然出先で大量に荷物が増えるとか、あるいはね、帰りにね、しょっちゅう買い物をしてから帰宅しますよというような方にはちょっとね、向かないかもしれないです。毎日持ち運びするものの量が一定で13リットルで十分入りますよという方におすすめなんじゃないかなと思います。途中でね、荷物が増えたとしても、エコバッグで対処するとか割り切ればそれで済む話ではあるんですけれども、基本的にね、荷物の増減が少ない方におすすめだと思います。で、最後3つ目なんですけれども、このバッグとね、うまく付き合える方っていうのは多分基本的にミニマリストだと思うんですよ。ミニマリスト的な思考の持ち主で、常にね、自分の持ち物をあれはなくてもいいかなとか、これとこれ2つのもの持ってるけど、こっちの製品を使えば2つの機能持ち合わせてるよねとか、とにかく持ち物をコンパクトにシンプルにしたいと、そのためにいろいろ試行錯誤するのは楽しいんだという方にこのバッグね、まさに最適だと思いますし、そういう思考の持ち主でないとちょっとね、このバッグは苦しくなることがあるかもしれないなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、エーブルキャリーさんからレビュー用に提供していただいた13デイバッグという13リットルのコンパクトなデイバッグ、こちらを紹介してきました。で、新年度に入って新生活がスタートしていると思いますけれども、もう少ししたらね、毎日持ち運ぶものも落ち着いてくると思います。で、その時にですね、あれ、僕が持ってるバッグちょっと大きすぎるなっていう方にはね、ぜひこの13デイバッグ検討していただきたいと思います。動画内でもお伝えしたように、バッグが小さいと生活がね、軽快になりますね。機動性が上がります。その分ね、人生が濃くなると思いますし、ぜひね、少しでも気になったという方は概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。この動画が参考になったよという方は応援の意味を込めて高評価をしていただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。